どうも、大間が時フィルムのヒロとトモと千秋です。どうも。今ですね、実は僕ら東京にいます。ここは東京の八王子の最強心霊スポットと言われる同僚堂跡地と呼ばれる場所です。で、今見えてると思うんですけど、この石の階段、これを登っていった上にその同僚堂跡地と呼ばれる場所があります。で、ここがどんな場所かというのは登っていった先でそれぞれ説明をしていきます。今回ですね、1個いつもと違うことをやります。これ何かっていうと、僕らこうやって心霊スポットいつも行くじゃないですか。それもいいんですけど、せっかくね東京まで来たし、ちょっと霊力を高めるっていうか、よく言うじゃないですか、こういう場で怖い話をしたり、幽霊に関することをこう話したりすると、寄ってくるみたいな話聞いたことありますよね。あります。修学旅行で。そうです。みんながそういうこと言ってた。ちょっとね、それをやってみようかなって思うんですよ。ここでですか？ここでです。こんな真っ暗なところで。ここです。また今回僕らの元にですね、リスナーさんからたくさんの心霊写真届いてます。ここでまた一個一個ね、ちょっと心霊写真を見ていって、ちょっと寄ってきてもらおうかなっていうふうに思ってます。東京は八王子同僚堂跡地にて、なぜか心霊写真を見ます。なんでわざわざこんなところで？こんなところだからです。怖い。ここだからです。じゃあ皆さんにもね、一緒に見てもらっていろいろ気づいたこと、思ったことあればコメント欄にぜひ書き込んでほしいです。ちょっと軽めのものからいきます。なんか足音した。枯葉をさ踏むようなさ音だね。確かに今の今から、20年以上前の写真です。なんでこれはスマホで撮った写真じゃないですよね。これは写真をそのままスマホで撮ったものを送ってもらってます。で、お友達と4人で、見る限りどこか遊びに行ったんですかね。小学生ぐらい。そうですね、大体お年としてはそのくらい。よくある映り方してます。何これ、ベタなやつでしょ？これはめちゃくちゃベタです。よくある映り方してます。ちゃんと指ですよね。なんか光がさどうとかさ、で後ろがごちゃごちゃしてて、それが指っぽく見えるねとかじゃないんですよ。ちゃんと服のこのラインに対して3本の指が乗っかってるんですよ。誰かが後ろでいたずらしてんじゃない？って思うんだけど、そんな隙間いない。っていうのと、心霊写真ってなぜこのシチュエーションで心霊写真なんて作るのっていうのもあったりしますよね。心霊スポットに行ってさ、こういうのが撮れたならやったんじゃないと思うんだけど、なかなか気味が悪いですよね。ベタだけど。怖っ。これは何の変哲もない写真、で2枚連続でシャッター切ったんですよ。で1枚目の写真これです。可愛い赤ちゃんが写ってる。何の変哲もないですよね。でその次の瞬間、パシャッ、2枚目撮った写真がこちらです。何？中年女性の顔のようなものが、でもありえないですよね。この何かラックの下のところに顔が、こんなとこに人入れない。不可能ですよね。でちなみにこれはそういった霊視ができる方に、お見せしたところ、特に念があるっていうことはなく、たまたま映り込んでしまったものということを言ってました。怖っ。怖いっすよ。やだ。楽しくなってきましたね。楽しくない。めちゃめちゃ怖い。ちょっとね、だんだんやっぱりね、空気変わっていくんですよ。これはですね、怖いというよりかはちょっと不思議な写真なんですよ。これも2枚連写してます。赤ちゃんとお母さん。そうですね、赤ちゃんを抱いたお母さんが被写体となって、でトロッコに乗ることができるっていう観光地なんですよ。で明るい場所で何の怖い要素ないじゃないですか。で次の瞬間シャッター切りました。不思議な写真です。人がいる。何がどうなったらこうなる、当然ですけども、こんな風に人立てるわけないじゃないですか。当たり前ですけどね。うつむいてるのはちょっと怖いな。こういうね、橋、欄干でまるでね、足からこう身を投げる前の姿勢にちょっと見えないかなっていう。下を覗き込んでる感じ。何を覗き込んでるんだろう。すっごいはっきりしてる。もう確実に人ですよね。これは前の何にもないやつ見せてください。これですね。なんでさっき1ここですよ。本当だ、何にもない。この写真はですね、大丈夫ですか？この写真はですね、とっても古い写真です。もう見るからにね、白黒写真。昭和の。はい。
やっぱちょっとこういう写真ってそれだけでちょっと怖いじゃないですか、はいでまあ中学校はいの、まあ、集合写真ですよね、うんでこれ卒業アルバムに載った写真です、まあ時代背景この時代いろいろありましたから、まあ、何かあったんでしょう。誰か覗いてるんですよ。あ本当だもうちゃんと髪型眉毛鼻筋目本当だこっち向いてる。何かこのあ生徒たちを羨むような視線を送ってますよね。人がいたんじゃないですか普通に。ただ当然この時校舎には立ち入り禁止の状態だったらしいです、あ、写真を撮るって事前にねそうです言ってるからね。ちょっと寂しげな表情を浮かべてると、みんなの知らない人なんですかね。これはです送ってきねた人は知らない人。結局これはですね何ですか。何ですか。一個だけちょっと言っていいですか、うん僕がなぜちょっとこういった道をだとかっていうのを気にしてるかというとですね、一個の曰くがあって、どんな曰くかというと後ろ向きで、まあ、歩くうん老人を見たっていう目撃情報がいっぱいあるんですよここ。照明一瞬消えんかった。点滅照明が、うんいやマックスだよ、見てあるの緑のランプはマックスの表示だよ。映ってないかな今パッてね一瞬消えた気がすこれは猫だからる。いやまだいやでもまだね入る前ですからじゃあちょっとサクサクいきましょうか。あんまりねここでそうだね。じゃあラスト2枚でね、これもね本当かっていうのあるんですよ、はいはい読みますね、はい。この写真の真ん中に人の顔のようなものが見えます。合成じゃないです。あこれを撮った場所は昔空襲の被災地になっていたようで、防災頭巾をかぶっているように見えるのですが、どう思いますか。合成じゃないですか。あはいはい。あ怖い。宙に浮かぶ女の子。ちょっと笑ってるような白い顔、気味悪い表情をしてますよね。そうねで確かに、まあ、見ようによっては防災頭巾をかぶっているように見えなくもない、ただ完全にここ橋ですよね。おそらく吊り橋のようなはいはい。外本当だ。完全に宙に浮いてるんですよね。この下崖ですから明らかに今へえ。生きてる人間ではないのはまあ明らか。こっち向いてる、はいカメラの方向いてる。ちょっとにやけてるような顔にも見えると。うわすじゃあもう最後いっちゃいますか。これ最後はですね、もうなんかよくわからん写真です。でこれ送られてきた経緯もよくわかんなくて詳細不明と、気づいたらデータフォルダにあった写真です。撮った覚えがない。何こよくわからないですよね。なんか人がいっぱいいるところのなんか階段を撮った。まず見てほしいのはこの男性、まあブレてるだけかもしれないですけど頭下半身が消えてます。でもうちょっと引きで見てみるとなんか変な模様映ってますよね。目に見えませんか。大きい頭、これ前髪。髪の毛ですよね。だね。ボブのような髪型をこういう髪型で、何ですか。うわで鼻がまあ多分ここにあるんでしょう。これ目ですよね。だからこれがもしもこれが霊なのだとしたら、この写真を撮った方の目の前にこの女の人がいて、この目でじろって見てるんですよ。もう本当至近距離だね。近くにいたんだ。なんか全体的にね、そうだからおかしいのよ。おかしい全ね。部歪んでる。霊ですからまあね。そりゃ歪みますよね、この近くにいたら。確かに。たまたま映っちゃったのかな。まあどうなんでしょう。ただ明らかに意識をしているような、カメラを凝視してる感じだもんねこれ。撮った覚えがないんですよねその人。そうです。気づいたらデータフォルダにこの写真があったと。なんで後ろ見るんです。音してる、聞こえませんか。音が聞こえません。セミみたいな声。そういうかザッザッだねなんか石本当硬い何かをさこう踏みしめるような音じゃない。ちなみにまあ車止めるとしたらあそこなんですよ。あそこしかないんですよ。
だからあそこに車がないということはもう誰もいないのはもう確実。歩いて誰かいるの？歩いてきたのか。ここにですか。近所の人が。まあなくはないですけどね。ただ確率としては非常に低いと思います。でははい、では今からですね、いよいよ同僚堂跡地、入っていくわけですけれども、ここには大きく分けて3つ曰くがあります。でそのうちの1つなんですけれども、今僕らこの石の階段登ってるじゃないですか。実はこの右側にも坂の通路があるんですよ。はい。そっちは危険だから登っちゃいけないと言われてます。なぜかという何のと、危険ですか？そっちの坂を登ると途中で宙に浮かぶおばあさんが見えるという目撃情報が多数寄せられているらしいです。それはあまりにも危険なので、ちょっとこちらの階段からね行こうと思います。これさっきから聞こえないって言ってるんですけど、本当はちょっと聞こえる気がしてるんです。だけど怖いから聞こえないってずっと言ってるんですけど、怖がらせるわけじゃないんですけど、例えばね、その霊がこう声を発してると。で僕らは聞こえるね聞こえるねってやってるじゃないですか。でも例えば千秋さんだけ聞こえてないと言った時に、あれなんで聞こえないんだってこう寄ってくる。聞こえ聞こえて私だける時は聞こえてるって言った方がいいです。はい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 。否定はしない方がいい。ここがですね、先ほどご説明した同僚堂跡地と言われる、いわゆるお堂ですよね。お堂があった場所だから跡地なんですよ。でそれをこう祀ってるわけですね。もともとね、ここにお堂があったっていう話はしたんですけれども、先ほど大きく3つ曰くがあるっていうふうにお伝えしたじゃないですか。そのうちの1つとして昭和38年なので今から何年前だ、6、70年前ですかねに、ここのお堂を、管理をしていたとしさんというおばあちゃんがここで殺害されてしまいます。10日午後5時20分頃、東京都南多摩さん81歳が自宅居間で血まみれになって死んでいるのを勤めから帰った長女のさんが見つけたと。その今の事件っていうのは、まさしくここ。そうです、ここのお堂の中で見つかっています。さっきね、僕が階段登ってくるときに隣の坂を登っちゃいけないって話したじゃないですか。そうするとそこを登ってきちゃうと宙に浮かぶおばあさんが現れると。実はこの右側にも坂の通路があるんですよ。そっちは危険だから登っちゃいけないと言われてます。そっちの坂を登ると途中で宙に浮かぶおばあさんが見える。まさにその宙に浮かぶおばあさんがさんなんですよ。まずそれが一つ目の曰く。ここには胸ずっとやっぱずっと押さえてるじゃないですか。ちょっとなんか近づいてきてる感じがすごいするよね。はい、それでですね、実はここもう一件殺人事件が起きてるんですよ。同じところで？同じところです。女子大生が犠牲になった事件起きてます。その殺害された女子大生が、大学の助教授と、不倫関係にあったと。でその、地上のもつれですよね。その末路、そして、交際相手である女子大生をこの助教授が殺害して埋めてしまうといった事件がありました。事件発覚前にですね、この助教授も亡くなってるんですよ。なので遺体の捜索がですね非常に難航を極めたと。発見されたのは失踪からなんと223日経過後、昭和49年2月28日の出来事だったと記録されています。この近く？この近くです。さらに遡るんですけども、もともとこの同僚堂、いわゆるここって絹の道って地図でも出てくるじゃないですか。絹の道っていうふうに地図に載ってるんですよね。で、その名の通りですね、糸を輸送する経路として使われてたんですよ。で、これは信憑性定かではないんですけれども、その付近の製糸場
の公女たちが重い病気になればこの道に打ち捨てられていたといった噂もあります。だからね、どうですか、もう怨念がもう、やばい。とんでもないく、しかも特に女性女性ですよそうなねんですよ。女性の怨念がね本当にあったって、やっぱちょっとなんていうの、悲惨すぎるから、まあ、不思議じゃないなっていうのは思いますよね。実はここ稲川淳二さんの有名な怪談首なし地蔵の舞台でもあります。もうちょっと見に行ってみましょうか。いっぱい重なってるじゃないですか。そうなんですよ。だからなんで今日八王子最強心霊スポットなんですよ。なんで今日ここ来ちゃった。顔の色と胴体の色が違うんですよ。違います。だから顔だけ新しいんですよ。だからもともとね、これ何回設置してもね、心ない人間が首をもぎ取っちゃうっていうんですよね。なんでこの場所はさっきの坂とお地蔵様、まさに跡地ですよね。この3つ近辺で例の目撃情報が非常に多いとされてます。なんでこんなとこで記念写真撮るの。変化。じゃあ千秋さんいかがですか。私も怖い怖い。何も映ってないですよね。見た限りは何も映ってないですね。特にまあなかなかね、こうん心霊写真がバンバン撮れるわけもなく。ちょっと見て、トムさん。何ですかこれ。いや今何ですかこれ。おかしくない？おかしくない？何ですかこれは。今撮ってたよね。だって今撮ったうち照明の一枚だけど。暗くない？何ですかこの真ん中の。いや地蔵こうやって撮ってて、こうやって何枚か撮ってて、多分それ映してるんですけど、こう撮るじゃないですか。そのうちの一枚です。明らかになんで一個だけ穴。こんなことなる？首何これ。なんか伸びてる。これマジ今撮ったことね今。うわちょっと撮って今だよ今。やばいやばいやばい。首なんか伸びてる。多分ねこっから上がもうぐにゃーってなってるんだけど。時空が歪んでるみたいになってる。このよだれかけだもんね、この赤は伸びちゃってるもんね。完全に今だもんねこれ撮ったの。うわ今普通に撮ってたやつですよね。そうだ怖いって。その前まで普通に。普通だもんね。普通本当に。一旦ちょっと下降りましょうか。はい降ります早く降ります。帰ろう。そうですね。じゃあ今ですね、また階段下最初にね、心霊写真を見た場所まで戻ってきました。じゃあいよいよ始めましょうか。
終わりじゃないんですか？今からです。あ普通のはいねうんうん心霊 YouTuber さんであればこれでおしまいなんですよ。僕らはねそうはいかなくて、もっと攻めないとダメだね。まあ、ここで3人でじゃんけんをして負けた人が1人で行ってと30分ぐらいああで残りの人間は1回車まで戻る。まあ平等にじゃんけんということで今ねお地蔵様、まあ、跡地とか坂、これを全て1人でやってあ坂から行くってことですか？はい、こっちそうですね。やっぱねこれをやらないと僕ら帰れないんですよ、愛知県に。やっぱりせっかく東京まで来たんでね。2人でじゃんけんすれば。いやいややっぱ大間時メンバー3人で3人です。まあここは平等にね、まあもちろんもちろん平等に真剣勝負そこにね忖度はなしですね。なしです。じゃあもうこれ、ガチでじゃこれ負けたら行くってことですよね。はい負けたくないね。あこれはねマジでやだ。これはやだね。これって最強ですよね、八王本子で。当に行きたくないですね。これでも本当に残りのメンバーはマジで車に戻ります。一人で本当にガチの一人です。一人です。そんなのそれが T 君もそうです。そうです。いないの？もちろんいないです。一人です。一人撮影。そんなの絶対無理じゃん。もうねそれが大間が時のね。鉄のね掟というか。鉄の規定。はい。じゃあちょっとじゃんけんしようか。これ毎回緊張するね。緊張する。これか絶対負けたくないもんね。あったかい車で待ちたいな。はいじゃあ行くよ。はい。最初はグー、じゃんけんポン。怖い。だってトリプルですよ。いろんなこと。なんかさ、やっぱちょっと僕写真撮って変な写真撮れてるじゃないですか。あ、ちょっと危ないかな。どうする？やっぱもう一回3人で行く？いやダメですよ。ダメですよ。ダメですよ。やっぱだって鉄の掟って言ったじゃないですか。ヒロ君多分千秋さんが負け取ったら絶対行かせるでしょ。一人で行かせる。いやそんなかわいそうなことするわけないし、みんなで行くよ。なんやかんや言って。嘘だね。違うよね。一人で行く感じだったよね。一人で行かせる感じだったよね。そうか。まあここは潔くね。まあしょうがないね、負けたから。そう行ってもらうしかない。じゃあ行くか。あれ？で T 君もこっちですよ。こっちなんで。こっちなんで。だってさっき言ったじゃないですか。そんなことだってじゃんけんで勝ったのに。じゃんけんは平等ですよ。勝者なんで。ちょっと待って、なんか聞こえる。うわー、ちょっと待って。変なこと言っちゃダメ。変なこと言っちゃダメ。あいうえおかきくけこ。あいうえおかきくけこ。あいうえおかきくけこ。さしすせそたちつてと。何